こんにちは。いつも見ていただきありがとうございます。今回はこちらの冷凍うどんを使ってピリ辛焼きうどんイタリア風を作っていきます。イタリア風ということで、味のベースとなるのはこのミニトマトとニンニク、そして唐辛子になります。具材には殻を剥いたこちらの小エビを使っていきます。まずは小エビの水分をペーパーで拭き取り、塩をして下味をつけておいてください。今回のレシピのポイントはミニトマトからいかに美味しさ、うまみですね。これを引き出していくかというところにあります。ミニトマトの他にニンニクと唐辛子ももちろん必要なんですけれども、あともう一つ必要なのが白ワインです。白ワインは 100ml ほどを使います。この白ワインのフルーティーさと爽やかさが必要になってきますので、安価な白ワインで大丈夫です。1本用意してください。ミニトマトは今回8個用意してました。6個は半分2等分に切り、残りの3個は4等分に切ります。2等分に切ったトマトから旨味を引き出すのがポイントになってきます。残りのこの小さな4等分は一番最後に加えて、トッピングのような感じで使っていきます。次はニンニクです。ニンニクは1つを細かくみじん切りにしていきます。このニンニクに関してはチューブのニンニクで作ってしまうと、やっぱりパンチがどうしても効いてこないので、生のニンニクをみじん切りにして使ってください。次は唐辛子です。唐辛子は1本半分に割って中の種を取り出してください。この種を一緒に入れてしまうととても辛くなってしまいますので、種は必ず取り除いてから使ってください。最後はこのイタリアンパセリです。イタリアンパセリはだいたい5本分ぐらいですね。ざく切りにしておきます。このイタリアンパセリもとても大事なアクセントになってきますので、普通のパセリではなくて、このイタリアンパセリを用意していただけると助かります。この後フライパンで炒めていくんですけれども、辛いのが苦手な方は唐辛子抜きでも美味しく作れますので、そのあたりはお好みで調整をしてください。あと辛すぎるのが苦手な場合も途中で唐辛子を抜くタイミングも後でお伝えします。それでは材料が揃いましたのでフライパンで炒めていきます。まずはソースから作っていきます。フライパンにオリーブ油大さじ 1.5 を入れて、そこにニンニクと唐辛子も入れてください。ニンニクと唐辛子を入れたら、半分に切ったミニトマト5個分を切り口を下にして並べます。そして弱火にかけてじっくりと火を入れていきます。ニンニクから香りが出てきたら、ここで小エビを加えていきます。この時に辛いのが苦手な場合は、ここで唐辛子を抜くようにしてください。そして火加減は弱火のまま、エビが赤くなるまで炒めてください。これぐらいですね。エビが赤くなってきたら、ここで次は白ワインを加えていきます。白ワインを 100ml ほど加えたら、火加減を中火から強火に強めます。火加減を強めると同時にヘラを使いながら、このようにミニトマトを潰して旨味を引き出します。そして沸騰してきたら、ここから約30秒ほど煮込んでいきます。30秒煮込んだら一旦火は止めておいてください。次は冷凍うどんを茹でていきます。茹で時間は表示時間通りに茹でてください。冷凍うどんは使いますかね？僕は冷凍うどんは結構使うんですけれども、コシがあってとても美味しいので、ぜひ冷凍うどん使ったことがないという方は一度使ってみてください。とってもおすすめな食材の一つです。茹で上がったら湯を切ってソースに加えます。そして中火にかけて全体を軽く混ぜ合わせます。ふつふつとしてきたら、塩一つまみと粗挽き胡椒で味を整えていきます。ここからは火をかけたままになるんですが、あまり煮詰めすぎるとソース感がなくなってしまいますので、この煮詰め具合といいますか、ソース感も参考にしていただけるといいかなと思います。塩コショウを加えて全体を軽く混ぜ合わせたら、最後にイタリアンパセリとミニトマト4等分にした分ですね、これを加えて混ぜ合わせればピリ辛焼きうどんイタリア風の出来上がりです。
ソースの感じはこれぐらいですね。これぐらいがちょうどいいぐらいです。それでは盛り付けに行きます。盛り付けたらもう一度ここで粗挽き黒胡椒を少々しておきます。そしてこれも結構ポイントですけれども、ここでパルミジャーノ・レッジャーノのチーズがとてもよく合いますので、ぜひかけてください。これがない場合は粉チーズで代用をしてください。今回のレシピはいかがでしたでしょうか。ポイントはやっぱりミニトマトから美味しさを引き出すところです。最初にニンニクと一緒に炒めることで旨味を引き出し、その後白ワインを加えてトマトを潰しながら煮込むことでさらに旨味を引き出します。ちなみにパスタでもとっても美味しいので、よかったら作ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。